どうも皆さんこんにちは。今日はこちらゴドックスのストロボで V860 です。これね、先々月発売されました。今回はソニー用を使っていきます。製品リンクはこの動画の概要欄に書いておきます。今日はまず前半でどんなストロボなのかっていうのを見てもらって、後半で実際に使っている撮影風景をご覧いただきます。今回はこういう写真を撮ってみました。使ったストロボはこれ1灯だけなんですけれども、オフカメラでバックライトにして使ったので、これと一緒にトランスミッターの X プロも使っています。撮影の時に使った機材の製品リンクも下に書いておきます。それからもしかしたらこれのディスカウントコードももらえるかもしれないので、もしもらったら下に書いておくので使ってください。それではこのストロボの特徴を見ていきます。細かいスペックとかはウェブサイトを見てもらうとして、今日はゴドックスがここがセールスポイントだよって言ってるところを見ていきます。まずモデリングライトです。暗いところで撮影をするときにとても便利なこの機能なんですけど、これが2パターン設定できます。1つ目がとにかくずっと光り続けているパターン、それから2つ目がシャッターを押す瞬間だけ消えるっていうパターンです。写真撮影で使う場合はだいたい2つ目のパターンを使いますよね。で、このライトの光量も10段階で調節できます。ただこのモデリングライト、こっちの面についてるんですよ。ゴドックスの S2 ブラケットを使用するときにここ完全に隠れちゃうので、この位置のモデリングライトはちょっと使いづらいなと思いました。で、電池が充電式で大容量リチウムイオンバッテリーです。これはゴドックス V1 とか AD100 Pro とかと共通なので、ここら辺の製品を使っている方にとっては共用できて嬉しいと思います。フルパワーでのリサイクルタイムが 1.5 秒、フルパワー発光が480回とのことです。それからここサイドに TTL とマニュアルの切り替えスイッチがね、独立してついてます。販売店さんからはこの切り替えスイッチがセールスポイントだよっていう話でした。もちろんこちらのコントロール面にあるボタンでも切り替え可能ではあるんですけど、こっちのスイッチだとカチッとした切り替え感覚があるので、ストロボを暗い場所で使用する時とかにいちいちライトをつけてボタンの位置を確認しなくても、指先の感覚だけで切り替えられるので、私もこれ便利だなと思いました。で、ヘッドの可動域です。こんな感じでかなり自由な角度に設定可能です。それから各メーカー用のものを選択することによってハイスピードシンクロとかもね、使えます。キヤノン、ニコン、ソニー、富士フィルム、オリンパス、パナソニック用が販売されています。それからカメラとの接続部分、これがね、クイックリリースシューロックっていうことで、カチッとこのレバーをずらすだけで簡単に固定できます。これすごくね、地味なポイントではあるんですけど、とっても便利です。それから TCM 機能っていうのが使えます。これも便利な機能なんですけど、また後で触れます。で、スペック表を見ててあれと思ったのが、内容がゴドックスのこういうね、丸型のストロボ V1 とほぼ同じなんですよ。目立って違うところといえば、この863のスイッチのところ、これがね、こっちにはあってこっちにはないです。それから誰が見ても分かる違いとしてね、この角型なのか丸型なのかっていうところ、あとはこっちのね V1 の方にはここの正面のところにマグネットで脱着ができるアクセサリーが販売されているので、こっちの方がねちょっと拡張性があります。で、この2機種本当にね、スペック自体にはあんまり変わりがないんですけど、こっちの V1 の方が 4,5,000 円だったかな、高いです。本当にね、どっち買おうかなって迷いますよね。で、どっちがいいよってね、私もねはっきり言えないんですけど、パッと持ってみた感じ、こっちの長方形の方が、収納しやすい。こっちはねやっぱり厚みが出るので幅取ります。では次、撮影の様子を見てもらうんですけれども、今回の私の目標はバックライトで輪郭を出すっていうところです。顔とか体の輪郭、それからねちょっと凹凸とか首筋のラインとか、そこら辺をバックライトで浮かび上がらせたいです。じゃあちょっと見てみてください。じゃあ撮影の準備を始めます。今日ね使うのがこの V フラット、こっちとこっちでこういう感じのレフ板なんですけど、これね昨日ホームセンター行ってこれ買ってきて自分でくっつけました。もう真ん中白いガムテープでくっつけてあるだけです。これ発泡スチロールだから
ちょっとフラフラするかなっていう感じではあるんですけど、多分これで使えると思う。で次がこれさっきの V863 くっつけてあるブラケットなんですけど、これがねすごくいいんですよ。同じくこれゴドックスから出てて、S2 ブラケットだったかな。なんか安い2000円のやつもあるんですけど、これリニューアルされた、新しい方、これがねだいたい3000円ぐらいです。でこれね何がいいかっていうと、こういう長方形の形をしたストロボにも使えるし、 V1 みたいなこう丸いストロボにも使えます。でここがねボーエンズマウントになってるので、こういうねアクセサリーも付け外しが簡単。これねビューティーリッシュも簡単につけられる。なんかこういうボーエンズマウントのアクセサリー、安いものから売ってるので重宝するんじゃないかなと思います。これねこの間も私言ったんだけど、もう1個買おうかなと思ってます。で小さいストロボ、ゴドックスの TT350 だったかな、それぐらいのサイズの小さいやつであれば2個ここに同時に差し込むことができます。でちなみにこのライトスタンドもゴドックスのやつ使ってます。これもね結構使い勝手がいいです。これね足のところがこういう感じでフラットになるの。これすごい使い勝手がいいです。今日ねちょっとこんな感じでフラットにして使っていきます。ライトの位置をねちょっと低いところに置きたいので、こんな感じかな。ちょっとセッティングしていきます。まずは真後ろ向けて設置しようかな。ゴドックスこういう X2T っていうトランスミッターもあります。私今までこれ使ってたんですけれども、今回 X プロ送ってもらったので今日はねこれを使っていきます。でこの2つの違い、ちょこちょこあるんですけれども、私がねこれいいなと思ったこっちの機能で、それがこの TCM 機能です。でこの TCM 機能何かっていうと、マニュアルで光量を設定するときに最初どれぐらいの数値に設定していいのかわからないですよね。そんな時に最初これ TTL に設定してシャッターを押します。でその後この TCM ボタンを長押しすると、さっき TTL で割り出された数値がそのまま、ここに残ってマニュアルで設定開始できます。ちょっとね説明がうまくないからわからないかもしれないけど、とりあえず最初に TTL で当たりの数字を出して、その後マニュアルに切り替えた時にもさっきの TTL の数値がここに残って、そこから詳細な設定を始めることができるっていう、今ちょっと言い換えてみたけど、わかるかな、そういう便利な機能です。では今日の撮影のセッティングこんな感じでやっていきます。私が座る位置の後ろ側にストロボを置いてます。でそのストロボを今とりあえず V フラットの方に向けてあります。これは後でちょっと向き変えたりとかして調節しようかなと思ってます。とりあえずね向こう側向いてます。で、カメラがソニー α7 III でレンズが、ソニーの 55mmF1.8 です。それからさっき言った X プロトランスミッター使ってます。でカメラとパソコンつなげてあります。パソコンではソニーの純正ソフトイメージングエッジリモートを使ってカメラを操作していきます。接続はこの USB ケーブルでつなげてあります。で今から室内の撮影ライトを落とすんですけど、全部ねライト切っちゃうと何も見えなくて、この動画も何映ってるのかわからなくなっちゃうので、こっちのね左側のライトをつけておきます。これねゴドックスの S60 っていうちょっと小さめのライトです。今から室内の大きいライトは消します。ではちょっと撮影していきます。とりあえずね今もうすでに
カメラの位置とかテストはしてみたんですけど、この辺でいいかな、もうちょっと後ろかな。もうちょっとレフ板が近い方がいいのかなと思って、これもうちょっと内向きにします。でちょっとね、この頭のところ、髪の毛のところがだいぶなんていうのかな、ベタっとなってて立体感が出てないので、ここにも光をちょっと当てたいんですよ。でまあ多分レフ板上に乗っけちゃおうかなと思います。これどうかな、これで光回ってくるかな。ちょっと一回やってみます。あ、うん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 、確かにちょっと頭に光は出た。でもね、まだちょっとここら辺が出てないんですよね。でどうやったら当たるのかなと思ったんですけど、ちょっとこのストロボの向きをこっち側の面に当てて、でこれが反射するようにしてみます。ちょっとさっきと当たり方変わってるような気がする。どうかな。いや、もうちょっとレフ板がなんかこう近い方がいいかもしれない。こんな感じ。結構だいぶ狭めたけどどうかな。で一応ストロボは今ね、こっち側の向きにしてやって、これが反射してこっちに行くようにしてます。でも思ってたのはこういう感じかも。もうちょっと近づこう。こんな感じで撮影をしていたんですけれども、最終的に1枚選んでロー現像したのがこれです。ちょっと髪の毛の流れとか服のシワとか乱れはあるんですけど、とりあえず今回ライティング的には撮影前にこういう感じにしたいと思っていたイメージに近づいたと思います。多分モノクロで見た方がライトがどこに当たってるのか分かりやすいと思うので、モノクロにしてみます。顔の輪郭とか凹凸とか、あとこっち側の手前のフェイスラインのところにもライトが当たって立体感が出ました。それから首筋の凹凸とかも浮かび上がっていていい感じと思いました。ただ首のね、この辺は影で、ここも影入ってるんですけど、なぜかこの辺りだけライトが当たっていて白いので、それね見てたら気になってきて、一回見ちゃうとね、これがずっと気になって仕方ないです。それからずっと見てると背景と人物との境目のライン、特に洋服と背景との境目のあたりがね、ちょっとはっきりしすぎて合成写真っぽいって言えばぽいですよね。もうちょっとね背景に馴染む感じの方がいいかなと思いました。で V863 を使ってみての感想なんですけど、特にここが悪いっていうのはね感じなかったです。でも私の場合今までゴドックスのストロボしか使ったことがないので、こういうものだと思ってるっていうのはあると思います。ゴドックスからはいろんなタイプのストロボが販売されているので、今後ストロボの台数を増やして多頭ライティングにチャレンジしたいっていう方や、もちろん初めての1台っていう方にも使いやすいんじゃないかなと思います。いつも私のポートレートのサンプル写真の被写体、自分ばっかりでちょっとねバリエーションがないなとは思ってるんですけど、自分を撮れば撮影許可とかもいちいちいらないし、今から撮ろうと思ったその時にスタートできるので、なんかね自分ばっかり撮っちゃってます。できればこういう企画の時は他人を撮りたいなとは思ってるんですけどね、来年できたらやろうかなと思います。ちなみに私ちょっと前に気軽に持ち運べる小さいストロボが欲しいなと思って、これ TT350 買ったんですよ。これねすごく小さい手のひらサイズなんですけど、これもすごく小さいのに機能が充実しててとっても使いやすいので、小さいストロボを探しているっていう方ね、ぜひこれチェックしてみてください。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。